皆様、こんにちは。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。最近の物価高、本当に困りますよね。なんだかじわじわと来ています。何かを買うっていうのが嫌になる感じですよね。なるべく買わないのが当たり前っていう生活習慣になってきてるんですが、なるべく買わない習慣を続けていると、買わないとお金が減らない。するとお財布からお金が減らない。ひいてはお金が貯まるっていうことに気づいたんですね。もちろん食べ物とか必要なものは買わなくちゃいけないんですが、買い物に行ってもよく考えて不要なものは買わない。本当に使うものだけ買うっていうシンプルなお金の使い方ですね。不要なものは買いたくないっていう気持ち。これは家の中の不要品を捨てることによってよりその気持ちが強くなるんですね。今日は捨て活をすることによってよりお金が貯まるようになったというお話をしたいと思います。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。物価が高い高いと言われている昨今ですが、こんな時こそミニマリスト的な生活習慣がついていて、本当に良かったなと思います。バブル時代の生活習慣を引きずっていた数年前の私だったら、つまり何にも考えずに無駄なものも買っていた以前の私のままだったら、今すごく辛かったと思います。今となっては物を家に置きたくない、すっきりした生活がしたいっていうのを最優先にしているので、なるべく物を買わないのが当たり前な生活になっているんですね。つまり買いたいけど我慢するっていう感じじゃなくて、家に物を置きたくない、家のものを増やしたくないっていうマインドになってるんです。いただき物も本当に困ってしまうっていう感じです。なので、この最近の物価高の感じは、お金の使い方とか、お金に対する意識について考える貴重なきっかけになっているような気がするんですね。捨てるって一見お金の無駄っていう気がしちゃいますよね。せっかくお金を出して買ったものを捨てるの？いつか使うかもしれないから取っておかないともったいないんじゃないって思っちゃいますよね。でも実は使っていないものとか気に入ってないものを買ってしまったのは間違いだったんですね。間違って買っちゃったんです。捨て活をすることによって後悔して反省してこれからは間違えないようにするというのが大事なプロセスだと思うんです。そして物が少なくなることによって無駄が見えやすくなるんですね。使っていないもの、あることさえ忘れていたものを買ってしまって無駄遣いをしてしまったけど、これからはそんな無駄なものを買わないようにしようっていう教訓ですね。その勉強代と思うようにしましょう。そして今後は買わないと心に固く決めることが重要なんです。そうすれば買わなくなって物を買わないとお金も減ることなく貯まっていくということなんですね。実はお金を使わないというのが一番の収入増だったりするんですね。今まで毎月洋服に1万円無駄に使っていた人がそれを控えるようにしたら1万円収入が増えたっていうのと同じことですよね。一方、じゃあ捨て活をしないでもったいないから今持っているものをすべて持ち続けたらどうなるでしょうか。物がありすぎるから何を持っているのか結局把握してなくて、たくさんあればあるほど何か足りないような気がしてなぜか買い足したくなったりするんですね。着ていない服、不要な服、持っていることさえ忘れている服がクローゼットにぎっしりあると、たくさんあるのに何も着るものがないっていう気持ちのまま毎日を過ごすことになって、ふらっと店に立ち寄った時につい買ってしまったり無駄遣いをしてしまいます。置き場所がないのに買うから家はぎっしりで何がどこにあるのかわからなくて
使っていないものが棚の奥や天袋にたくさんあって、便利そうな新製品が出るとまた買ってしまってという感じで、物が増えるっていうことに関して鈍感になってしまうんですね。そして結局出費が増えるんです。すると、例えばもっとパートに出なくちゃとか、残業しなくちゃとか、もっと忙しくなってついストレス解消のために買い物をしてしまったり、お金を使ってしまうからたまらないんですね。気分転換とかストレス解消、気晴らしのための買い物とか、出かけるなら買い物っていう癖が治らないっていう悪循環に陥ることも多いと思います。なので日常的に捨て活をして、家の中には無駄なものがたくさんあるんだっていう認識をして、物が増えるっていうことに敏感になることが重要なんですね。捨て活重要です。では、どんなカテゴリーで捨て活をしたら一番効率的にお金が貯まるでしょうか。まずダントツは1、洋服、靴、バッグです。これは一つ一つ値段が張るっていうこともあるし、必需品のようで必需品でない、どちらかというと気分とか楽しみのために買うっていうものですよね。たくさんあればあるほどもっと欲しくなるし、自分が何をどのぐらい持っているのか把握できてない方も多いんじゃないでしょうか。着ていない服とか持っていたことを忘れていた服はすっきりと手放して、もう同じような間違いは二度としない、もったいないと心に固く決心することが大事なんですね。高かったから着ていないけど捨てないで長年取っておいた服があっても、カビ臭くなった服の匂いは完全には取れません。また流行るかも、痩せたら着るかもと取ってある服は、いざ着ようとすると微妙にデザインが時代遅れになっているんですね。使っていないバッグ、履いていない靴も時が経てば時代遅れになったり、革が劣化しています。かかとが突然崩壊するかもしれません。私もそういうことありました。そういったものを手放して、一旦後悔、反省しましょう。そして自分がいつも使っているもの、本当に好きなものだけをすっきりと収納して選びやすくして、今後無駄なものは絶対に買わないと心に誓いましょう。必要最小限の服は人それぞれ違いますが、何を着ているかなんて人はあんまり覚えていません。必要最小限持つことを心がけましょう。でもいきなり全捨てというのはやめましょう。徐々に少しずつでいいと思います。無理をしないことが大事です。あとは流行を追いかけようとすると、次から次へと新しい商品が欲しくなります。お店やネットで新しいファッションをいつもチェックする、そういう習慣も手放しましょう。そして2つ目は2、まとめ買いです。調味料が安かったから、洗剤やシャンプーが安かったからとまとめて買う場合も多いと思いますが、家にまだあるのに忘れて買ってしまったり、置き場所がないのに買ってしまったりすることはありませんか？私は昔よくやってました。家に何があるのかを把握していないから余分に買ってしまって、使い切るのに何ヶ月もかかったり、本当に邪魔でした。使用期限があるものならやむなく捨ててしまったり、結局節約になりませんよね。使っていない日用品や調味料がないかどうか、使用期限を調べながら、一旦キッチンや棚をリセットして家に何があるのかを把握しましょう。必要なものだけ、必要なタイミングで必要な量を買うというのが結局一番の節約です。3番目は3、雑貨や飾り物です。店で見かけて一目惚れして衝動買いしてしまったり、可愛いから便利そうだからと買い集めた飾り物や小物が家にたくさんありませんか？飾っていたり実際に使っていればいいんですが、可愛いから捨てるのはもったいない、いつか使うかも、いつか誰かに譲るかも
としまってあるならば手放しましょう。こういったものは場所を取るだけでなく、気をつけないとどんどん増殖していきます。一旦棚卸しをして、これも買っちゃったんだと反省して、もう買うのはやめようと実感することが大切です。そして4番目は4、コンビニでの買い物習慣です。仕事帰りに立ち寄って癖になってしまうコンビニ。スナック菓子とかスイーツ、アイス、飲み物なんかつい買ってしまいますよね。この習慣はぜひ手放してください。やっぱり割高だし、ちょこちょこと使っていると結局は大きな出費になってきます。積もり積もって大変な出費となるんですね。おやつはスーパーで買った方が安いです。こういう習慣を手放すということも出費を減らしてお金を貯めるための重要な要素です。そして5番目は5、外食習慣です。毎日の習慣にしているカフェでのコーヒー、ドリンク類、これも侮れません。忙しかったり疲れていると仕事帰りについ外食したくなりますが、家で作る方が断然安いです。外食はやっぱり高くつきます。行き始めると毎日の習慣のようになってしまって癖になってしまいますが、このような出費を削減していくだけでお金は貯まっていきます。こういった外食習慣を手放すことも大切です。この5つあたりに気をつけると、かなり無駄な出費を削ることができると思います。いきなり全部が無理なら、1の洋服、靴、バッグだけでも生活を実行すると効果てきめんです。家もすっきりするし、暮らしも整います。一つ一つの金額が高いので、無駄なものを衝動買いしないだけで結構な出費を減らせると思います。突然ゼロにするのは難しいかもしれないので、例えば服を全く買わない月とか自分で設定してみるのもいいかもしれません。50代の強みはすでにいろいろ物をたくさん持っているから新しく買うものも少ないという点もあるかと思います。そしてじゃあお金を貯めてどうするのという目的を自分なりに分かっておくことも大事です。預金通帳の数字が増えるのが楽しみということもありますが、やっぱりお金が貯まると安心を得ることができますよね。心配が減って安心できる、これすごく重要ですよね。無駄遣いをやめて貯金ができて気持ちに余裕が生まれるっていうのが一番の効果だと思います。お金がなくなるかもっていう心配が緩和されますよね。こんな時代だけど大丈夫って安心できるっていうのが一番嬉しいです。お金を貯めてどうするのかというのは人それぞれですが、自分に投資するというか、資格を取るために必要な勉強のために使うとか、自分の人生のためになることに使えるお金ができると自信も生まれるし、安心もできます。物を捨てることはもったいないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、物を捨てると暮らしが整って生活が豊かになります。これははっきり言えます。家が整うと気持ちが整うということですよね。物を少なく持つと手入れもしやすくて、掃除しやすくて、片付けやすくて、もう無駄なものは家には入れたくなくなります。つまり無駄な買い物はしたくなくなるんですね。そうすると今日説明してきたように自然にお金が貯まるんです。使わないからその分そのまま残っているだけなんですが、支出を減らす、これがやっぱり最強の収入増になるんですね。物を捨てる一番の効果って、いらないものとか使っていないものってこんなにあるんだって実感することです。使っていないものを奥深くにしまっておくから、家の中のスペースを無駄に使っているんですね。捨て活の時にしまってあったものを一点一点手に取ると、物は劣化して価値がなくなる
ということを身をもって実感できます。私は今のこの物価高でまずお金を使わなくなりました。店に行っても買いたくなくなったんですね。こう言ってはなんですが、お店のものが全部不要品に見えるようになりました。これを買い足したら家がまたぎっしりになるのかと思うと買いたくなくなります。買うのを我慢するというのではなく、買ったら家がまたきつくなると思うと買いたくなくなるんです。無料でもいらないっていう気持ちになるんです。捨て活した時の作業の大変さとか、すっきりした今の快適さを邪魔されたくないっていう感じなんですね。新しく何かを買ってきた時に家が散らかりがちになったりしませんか？例えばスーパーで何かを買ってきた時、今の状態がベストなのに新しい何かが加わってきたせいで置き場所がなくて今のバランスが崩れるんですよね。場所がなくて床に置き始めたりとか、とりあえずの場所に置き始めて時間がなくてずっとそのままで、その位置がなぜか定位置になってしまってどこに何があるのかわからなくなって探すのに時間がかかるようになって上に積み上げたりが始まるのが昔の私の傾向でした。でももうそんなライフスタイルは手放して不要なものは手放す、そして不要なものにお金は使わないというライフスタイルを貫いていこうと思います。皆様ぜひ捨て活をしてその結果として貯蓄体質になっていきましょう。さて、捨てたらたまった、楽しんでいただけましたでしょうか？ぜひ参考にしていただければと思います。皆様の捨てたらたまったお話をぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方はぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。